小川さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんでしょうか。はい、6月に入りまして、入りましたね。いよいよ、毎年問い合わせの多い目切りの、ことについて今日はちょっとご説明をして、で実際に芽をちょっと摘んでいきたいと思うんですけど、皆さんもここ最近では、黒松系統のやつっていうのは、葉がなるだけ短くしたいという方が非常に多いんですね。ただ短くしたいとは言いながら、その黒松系統にも通常の黒松、それと、赤松だとか錦松だとかちょっとタイプの違うのがあるんですけれど、特にこの錦松に関してはですね、これちょっとここ置いてるんですけど、こうやって木肌がゴツゴツってしてるんですね。とこれに今これちょっと去年はだいぶこれはですね、ちょっとお客さんとこから出たやつなんですけど、長いことあんまり手入れをしてなかったやつでですね、でちょっと間延びをだいぶしてるんですけど、実際葉がちょっと短いのが多いんですね。で、ここまで短いとですね、ちょっとやっぱり下のこのボコボコっとした幹と、バランスが悪いので、ある程度ちょっと長めにした方がいいかなという品種にはなります。でそもそも目切りじゃあいつやったらいいのかというので、ちょっと簡単にですね、段ボールですけどちょっとこんなのをちょっと書いたんですね。ちょっと、ホワイトボードとも思ったんですけど、うちにあるのでかいのでで目切りで春から秋、映りますかね。はい、大丈夫です。春から秋の間に芽がずっと伸びるんですけれど、これをもう当然芽が成長する期間っていう形ですね。でこれ目摘みをしないと、成長する期間をフルに使いますので、当然葉は長くなるんですよ。で目切りをすることによって、今6月入ったばっかりですけど、6月に芽を切るとここから残りの成長期間がこんだけありますので、2番目切った後、2、3週間で次の2番目の芽が出るんですけど、その芽がこんだけの期間を使って今度は伸びると。でこれをなるだけ遅らせれば遅らせるほど2番目の芽が葉が短くなるという考え方ですね。実際そうなんですけど、でただあまり今度は遅すぎると残りの成長する期間が残ってないので、芽ができらないと、出ても伸びきらないということもありますので、あまり遅すぎるのも問題なんですけど、例えば、先月でも目切りもういいやろうっていう問い合わせ結構あったんですけど、要は5月でこのぐらいですね。と残りの成長する期間って長いですから、当然2番目出てもまた葉が長くなるわけですよ。だから葉を短くしたいという方は、なるだけちょっと遅らせた方がいいんですけど、今日は今6月ですので、ここでやることによって、こういう錦松なんかはある程度ちょっと葉が長い状態で芽を、止めることができると。そうすると、下のこのゴツゴツした木にとバランスが取れるんじゃないかなということで、錦松、赤松もはどちらかというと、元から昔からちょっと長めの葉っぱでっていうのが赤松なんですけど、最近は赤松も黒松同様短くしてほしいというご依頼も非常に多いんですね。だから、後でちょっと見てもらいますけど、去年かなり、黒松と一緒で7月に入ってから切って短くしたやつがあるんですけど、そういうふうに赤松なんかはちょっと、遅らせて黒松と一緒に剪定をすることによって葉を短くするというやり方を最近では取ったりしてます。でただ先ほどから言ってるように、この錦松に関してはこういう木肌してますので、あんまり葉が短いとですね、下とちょっとバランスが悪いですから、ある程度ちょっと早めに切って、葉をちょっと長めにする。それが今月入ってだいたい10日、6月の10日15日ぐらいにやると葉はちょっと長めになりますね。で、黒松なんかはそれより1ヶ月後、7月の10日前後でやると葉が短く、管理できるという形になります。その地方によってもですね、北の方に行くと寒いですから早いこと成長が止まるのかもしれないですけど、宮崎の場合はどちらかというと一年中暖かいので、秋までしっかり芽は伸びますからね。だから秋まで考えてこのぐらいで、
剪定を目切りをしていくと、いいんじゃなかろうかというような考え方ですね。なるほど。ちょっとこれだいぶあれしてて今年植え替えもしてますので、芽の伸びがちょっといまいちまだちょっとあんまり伸びてないんですけど、じゃあ伸びるまで待ってとなると今度は葉がまた短くなってしまうので、もう今切っちゃうんですけどね。よく、あまりこう出てないと1年休んでという方もいらっしゃるんだけど、1年休んでしまうとまたそこ伸びますのでね、だから、そういうのを防ぐためにも、もうこの時期にちょっと切っちゃいます。はい。芽切りのっていうのはだいたい今の説明で分かりましたですかね。この時期から芽切りをちょっと考えてやっていくということですね。で、木の種類によっては寿とかですね、黒松系統で寿とか千住丸とかこういったのは、目摘みをしようがしまいが早く切っても葉は短く管理できるという品種ですね。そういうのもあるんですけど、もともとがだから葉が短くしかならないやつですから、黒松みたいにあんまり遅らせると今度は芽ができらないということがやっぱありますので、ああいう寿系統のやつももうこういう錦松なんかと同じ時期にやってもらって構わないと思います。はい、じゃあ実際にですね、芽をちょっと摘んでいくんですけれども、まだちょっとだいぶ、元から荒れた状態で、本当は全部芽を切ってあげていっぱいこう新しい2番目の芽を出させてあげるとまたボリュームも出るんですけど、あんまりちょっとこういうちょっと伸びたやつですね、もうこういうのはもうちょっと飛ばしていきます。どうせまた切りますのでね。で芽摘みを、芽をこうやって切っていきます。今年出た分ですね。これちょっと見てもらった方がいいのかな。ですね、ちょっとこの錦松実際切りたかったんですけど、今年ちょっとあんまりまだ芽がですねうまい具合伸びてないので、見ていただくのにはこういうのの方がはっきり分かりますかね。これは今年の新芽です。要はこの芽を切るんですね。で、これの場合は一つの芽から、基本的には一つの芽から一個の芽しか出ないんですけど、その木の枝の勢い元気によっては2つ3つ出てる場合もあります。で、その場合はですね、たまにこうちょっと伸びのいいのと悪いのとありますから、悪いのは残してとかいう方もいらっしゃるんですけど、結局残してるとそれが長くなりますので、出てる芽はもう全部、例えば2つ長いのと短いのがあったとしてももう両方切ってしまった方がいいです。でこれももうだいたい付け根の方からこうやって切っちゃうんですよ。思いっきり切っちゃうんですね。思いっきり切っちゃいます。これは3つしか芽ないですけど、こうやって切ります。ここ切り口ですね。この切り口の周りのところにだいたい2週間3週間すると来年の芽ですね、これがちっこいのが出てきます。2つ3つだから例えば2個ずつ出たとすれば、今これ芽3つしかないんですけど、2個ずつ出たとしたらこの木自体で6つの芽になるわけですね、来年はですね。そういうふうに芽摘みをすることによって芽数を増やす、枝数を増やすしないと1個のままという状態になりますので、ちょっと大きめのやつ1個取りますね。もう1個ここにあるんですよ。これをよくなんか見逃したりする方が多いので、ちっちゃいやつ、これもちゃんと取ります。でも新しい芽はもう完全になくすんですか？なくします、なくします。でここにもう1個あるんですけど、こういうのも取っちゃいます。今これちょっと切ったんですけど、これはちょっと葉を長めにしたいというのでこの時期に切ってますから、あえて何もしないんですけど、要はこれちょっと見てもらうとですね、これは一つ別の芽がここにあるんですけど、てっぺんのやつ葉っぱがたくさんあるんですね。で黒松の時にもっと詳しく説明しますけど、よく単葉法言うてその葉を短くするための方法で、芽の伸び勢いのいいの悪いので、芽を切る時期を変えると
いうのが昔からよく言われてるやり方なんですけど、それも大変ですよね。例えば若い方だったら毎日お仕事があってなかなかそんなに分けて何回もできないと。でこれをだから1回でやる場合にはもう1回で簡単にできるんですよ。で1回切るんですけど、こうやって勢いのいいやつって葉っぱが前の年の葉っぱがたくさん残ってるので、まあ要はこれを取ってあげるんです。下から順にこういうふうにですね。で葉っぱの数を減らしてあげる。まあ、この錦松の場合は、まあ、そんなにしないんですよ本来はですね。なぜなら葉をちょっと長めに残したいということでやってますので、あまりやらないんですけど、まあ、これはちょっと説明をするのに、まあ、黒松の時にまた詳しくやりますけど、こんなやって減らしちゃうんですね。だいぶ減りましたけど、まだ減らしてもいい。でこうやって減らしておくと、要は葉っぱがたくさん残ってるとそこにたくさん養分がいくと、だからまあ勢いがまた良くなると。2番目の芽も1番目が元気が良ければ2番目もいいですから、そのためにちょっとそういう力を抑制するためにこうやって葉を減らすんですね。そうすることによって余分なというかですね、そういう栄養がこう偏っていくのを防ぐために、まあ、葉っぱをこう抜いて管理すると。まあこれは別に芽切りの時期にやらなくてもそれまでに春以降やっとってもいいんですよ。まあいつやっても構わないっちゃ構わないので、もうパンパンちょっと切っていきますけどね。ちっちゃいのも、まあ、これちょっとたくさんあるのでもう落としちゃいますけど。もう芽という芽を落としていく、切るわけ。芽という芽を切っちゃいます。まあどうしても芽ができてないとかですね、勢いがあまりちょっと気が弱ってるという時には控えたりということもあるとは思うんですけど、基本的には芽は全部取っちゃった方が、葉がまあ長くなったりしないのでですね。こんな感じでだんだんもうなくなっていきましたけど、まあこういう芽切りをする時の道具は芽切りばさみってあるんですけど、まあ道具はですね、ある程度はちょっといいの使われた方が長持ちしますからね、いいんですけど、まあこういう時に使うハサミは、こういうちょっと先の尖ったやつですね。こういうの使われると
通の剪定バサミみたいなのではなかなかこういうふうに綺麗には切れないと思います。ただこの目切りバサミってあるようであんまりないんですよね。だからどうしてもないっていう方はまた問い合わせていただければ。なんか勝手が違いますね。やりにくいですか。1年ぶりの目切りなので何回かやってると慣れるんですけどね。いつも毎年最初の一発目はほとんどっていうかですね、全部こうやって取ってあげても新しい芽大概出ますので。